どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は XE4 と XF35mmF1.4 を組み合わせた時の感想とか自分が感じた印象について紹介をしていきたいと思います。 XE4 と XF35mmF1.4R どちらもレビュー動画を出しているんですけど、この組み合わせについて細かいことを知りたいという方の参考になれば嬉しいなと思います。それでは行ってみましょう。組み合わせた時に一番違いが出てくるのは見た目の部分です。 XE4 に 35mmF1.4R をセットした時の見た目はこんな感じです。ボディが薄くレンズが円柱形で、少しごついのでベストなサイズ感とは言い難いですが、僕としては似合っているかなと思っています。フードを組み合わせるとこんな感じです。少し長くなるのでフードなしでも許せる方はなしがおすすめです。サイズは大体でいきますが、幅が 12cm、 高さが 7.3cm、レンズとボディを足した奥行きの幅が8センチぐらいです。フードをつけるとだいたい 1.5 センチほど奥行きが長くなる印象です。レンズの根元の部分がくぼんでいるのでしっかりフィットして持ちやすいです。重さはトータル 553g で首からかけてもそんなに重たくはないです。 XE4 はグリップがないので常に片手で持つと少し重たいかなと思うので、ハンドストラップはちょっと厳しいです。レンズ単体の重さは 187g なので交換用のレンズとして持ち運ぶことも苦ではないはずです。写真のオートフォーカスからいきたいと思うんですが、 XF35mmF1.4 は全群繰り出しタイプといってレンズが前後に繰り動するタイプなので、その分のロスはあるんですけど、昔のボディと組み合わせた時に比べると全然速くなっているかなという印象です。困ることはほぼありません。外で明るい場所で撮るなら片手でもさっと合わせることはできます。明るいところで合わすとクイッという感じで結構速く合うんですけど、暗いところだとグイーという感じでちょっとロスがあるぐらい、誤差レベルですけどちょっと遅いかなという印象はあります。瞳に合わせる瞳 AF っていうのがあるんですけど、これは全然瞳にピントを合わせてくれるんですけど、子供が動いてる時は少し遅れる感じがあったり、その変なところにピントがいってしまったりすることもあるので、基本的には写真を撮る時は瞳 AF は僕は使っていなくて AFC ではなくて AFS を使うようにして瞳 AF も使っていません。オートフォーカスの音はそこまで関係ないかなとは思うんですけど、結構ガガガという感じの音は聞こえます。小さいお子さんとかが寝ている時にちょっと耳元とかで耳障りの音はするかなという感じがあるので、その辺だけは注意して撮った方がいいかなという感じです。静かな店内とかそういったところでも気をつけた方がいいポイントです。次は動画のオートフォーカスなんですけど、瞳 AF や顔の食いつきは結構いいかなという印象はあります。横を向くと少し迷う感じがあって、顔に合わずに後ろの背景にピントがあったりすることもあるんですけど、使えないというレベルではありません。XE4 はこんな感じの180度向くタイプのチルトなので、自撮りをしながら歩くこともできるんですけど、多少ブレますけど、35mmF1.4R の場合だったらこういう感じで撮ってしまうと、顔しか映らなかったりするので、ちょっとそこは問題かなと思うので、この画角が狭い 35mmF1.4 は Vlog 向きではないかなと思います。でレビュー動画などの YouTube 用としての組み合わせは使えるんですけど、少し離れ気味で撮らなければ肩が少し映るぐらいの、ここから上がちょっと映るぐらいの画角になってしまうので、ちょっと窮屈な印象がありますね。なので注意して広い部屋で離れ気味で撮るっていう感じがいいかなと思います。オートフォーカスの音がなかなか大きいので、カメラの上にここの、上にガンマイクをつけて音声を拾うと、ちょっとオートフォーカスの音がガガガという感じで聞こえたりするのがちょっと問題点です。なので、僕が使っているタイプでいうとロードのワイヤレス GO っていうのを使っているんですけど、それを使えば送信側と受信側っていうのが分かれているので、カメラの上にマイクを置かずに、マイクはこっちの自分の体に近いところにあるので、そういった感じで使えばオートフォーカスの音は拾うことはほぼありません。結構近づいてしまうと拾う可能性はあるんですけど、全然基本的には大丈夫です。スナップ、ポートレート、風景、あとは子供を撮る時などいろんな撮影に使えるんですけど、基本的にはどちらかというと風景よりもポートレートとかスナップに向いているかなと思います。 XE4 自体そこまで風景寄りのカメラではないかなとは思うので、こういった組み合わせでいくならスナップとか子供を撮ったりポートレートを撮ったりっていうのがおすすめです。レンズ自体がちょっと画角が狭いので、僕の場合は公園に持って行って子供を撮影することが多いです。公園やスナップにちょうどいいカメラかなという風な感じです。スナップでこの組み合わせを持ってると結構かっこいいんじゃないかなと思います。動画をたくさん撮りたい時や離れられない場合やカフェやお店などに行く時などではもう少し広めのレンズがおすすめです。XE4 と XF35mmF1.4R の組み合わせの優先順位は僕と
としては3番手4番手ぐらいかなと思っています。めちゃくちゃ好きな組み合わせですし、このレンズ自体すごい好きなんですけど、絶対に買った方がいいとか一番最初にこのレンズを選んだ方がいいよとは言えないレンズかなと、そんな組み合わせですね。なのでX トランス4になって AF で困ることがほぼなくなってきているので XF35mm F1.4 でも十分に扱えます。でも XE4 は少しでも小さいレンズを選べるならそっちの方が絶対に使い勝手がいいですし、持ち出す機会も多くなるかなと思うので、優先順位はそんなに高くないっていう感じです。でもうすでに2本持っていて、例えば XF18mm F2 とか XF23mm F2 とかその辺の小さいレンズとかパンケーキレンズを持っていて、であと1本何を買おうかなっていう風な感じで思っている方だったらこのレンズはめちゃくちゃおすすめです。紙レンズと呼ばれて選びやすかったり間違いなかったり、これが一番いいよとかよく言われてたりするんですけど、それを鵜呑みにして買ってしまうとやっぱり万能なレンズではないので困ってしまうっていうことがあり得るかなと思います。初めて買うカメラが XE4 っていう方もいらっしゃるかなとは思うんですよね。そういった方にこの XF35mm F1.4 は若干じゃじゃ馬感はあるので、このレンズよりも、今だったらその新しいレンズの 27mm F2.8 とか XF35mm F2 とか、そのちょっとオートフォーカスが速くてコンパクトなレンズ、そっちを選んだ方がいいかなと思います。でもちろん写りはめちゃくちゃ僕は好きなので、夕方に撮ったり逆光が好きだったりふわっとした柔らかいポートレートが好きという方は XE4 でもこの XF35mm F1.4 はガンガン使っていただきたいなと思います。ちょっとオールド感のある写りになるので XE4 とラフに使うのは僕はすごい好きなんですけどね。これからもボディとレンズの組み合わせの動画も増やしていきたいと思っていますので、もしよかったらチャンネル登録をお願いいたします。今回の動画がもしよかったなと思ったり参考になったなと思った方は高評価お願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。